はい、皆さんこんにちは。本日はですね、こちらコンコルドで大阪、東京間を全力で飛んでいこうと思います。一体この超音速旅客機、何分で東京まで到着するでしょうか。では本日もよろしくお願いします。では今から出発していこうと思います。ではテイクオフ。今から関西国際空港を出発いたしまして、そのまままっすぐですね、東京の方に向かっていきます。アフターバーナーを使っての離陸になりますね。ではテイクオフ。即東京に向けてヘディングを取って上昇していきます。で、本日は49000フィートまで一気に上がって、でそこから降下をしていって東京に行くと、ほとんどクルーズがないフライトになりますけど、なるべく速い速度で着くように行きたいと思います。かっこいいですね。本日はエールフランスのカラーで東京まで飛んでいきたいと思います。もう一気にぐん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 上昇していきます。上昇速度も結構速くても300ノット出てますね。もう大阪を過ぎて間もなく奈良に入っていきます。以前 A320 で飛行しましたけど35分ほどかかりました。 F15 ですとだいたい15分から20分かかります。この距離なんですが、本日は、上空の風ほぼない状態でこの距離を、飛行いたします。全力で飛行しますけど、最大速度はどのぐらい出るのかといったところも見ものですね。ランニングライトを切っていきます。まだオートパイロットは使っていないんですけど、上空に上がって安定してからオートパイロットで飛行していこうと思います。もう15000フィートになろうかといったところですね。現在奈良上空、東に向かって320ノットで飛行しております。あっという間ですね。この超音速旅客機で行くとどのくらいで着くでしょうか。皆さんもね、想像しながら見てみてください。まもなく2万フィートを通過いたしまして、速度が現在337ノットですね。通常の旅客機ですとこのような速度でね、なかなか上昇しませんね。だいたい270、280ノットで上昇していくというような感じですね。そしてこの上昇のバーチカルレイト、上昇率ですね、ここまではいかないですね。さすがアフターバーナーを装備したコンコルドということになりますね。
ここでダイレクトポイントを取りまして、ILS のファイナルまでダイレクトコースを取って、これをリファレンスにして飛行していこうと思います。最終的には、マニュアルで着陸まで持っていきます。速度をどんどん上げていきますね。なるべくタスですね、身体速度を上げるようなフライトの仕方でいきたいと思います。で、ここでオートパイロットをつないでいきます。オートパイロットオン。前回もコンコルドの紹介で言いましたけど、やはりこのね、コックピットの計器、かなり古い設計ですね。1970年の設計ですので、こういった計器ですね。姿勢指示器、そして HSI、ナビゲーションの計器、なんかすべて針で示されているものですね。エンジン計器も4発エンジンなので4つずつついていますけど、すべてこういった針で示していますね。今はもう画面一つに表示されているような感じなんですけどね。今の旅客機と比べると全然違いますね。ちょっとね、こういったオートパイロットモードすごくシンプルなんですけど、使い慣れないと複雑ですね。オートスラストを入れて引き続き加速しつつ上昇していくというような感じでいきたいと思います。ちょっと今減速しておりますけど、速度が400ノットに達したら上昇に転じると思います。ただいまマックバーストして音の壁を通過しました。現在マック 1.0 以上の速度になりました。ここから上昇していきます。リクライムですね。この後は4万フィート、4万9000フィートまでですね、上昇していきます。まもなく紀伊半島を抜けて伊勢湾に到達いたします。もう正面には伊勢湾が見えてきましたね。ここまでだいたい4分5分ぐらいですかね。4分5分でこの紀伊半島を抜けると、旅客機ではありえない速度ですね。ほぼ戦闘機と同じような速度帯で飛んでいるのかなというところです。これを旅客を乗せて飛行していたんですから、やはりすごいですね。旅客機と思えない速度ですよね。実際にこういった速度帯で飛んでたと考えると、やはりすごいなと思います。これからさらに4万9000フィートまでぐんぐん上がって、で加速できるところまでして、でその後即降下して着陸に入ったというようなパターンで飛行していきます。で前方は伊勢湾になります。前方左前ですかね。中部セントレア空港が見えております。あっという間ですね。やはりコンコルドの難点なのかもしれないんですけど、コックピットからの視界はかなり良くないですね。特に前方視界が、かなり狭くて、やはりコントロールするのは難しいのかなという印象を受けますね。皆さんもぜひこのコンコルドオートパイロットを使用してですね、オートパイロットを駆使して IFR 飛行してみてください。もう間もなく伊勢湾を通過して静岡に入っていきます。現在速度は400ノットですね。400ノットで上昇しています。4万2000フィートに到達するようなところですね。
でここまでずっとアフターバーナーを使って上昇しているんですけど、実際は、アフターバーナーをコンティニューで使うっていうことはないと思います。離陸の時なんかね、アフターバーナーを使って離陸するとは思いますけど、こういった上昇でずっと使うってことはないと思いますね。現在速度がマッハ 1.3 ですね。音速の 1.3 倍の速度で飛行しています。旅客機ではありえない速度ですね。超音速旅客機だからできるという、この速度帯ですね。この形状ですからね、ほぼ戦闘機に近いような形状になっておりますからね。それがこの大きな機体でこの速度を出して飛行すると、なかなかね、今の旅客機では想像できないところなんですけど、いやすごいですね。これが実際に飛んでいたというのを考えるとやはりすごいなと思います。実際に、こういった大阪東京みたいな距離をね、コンコルドで乗ってみたかったなと思いますね。この高度帯現在4万6000フィートを通過しているような状況なんですけど、通常旅客機ですとなかなかここまでの高度飛行することはありません。実際にコンコルドでは6万フィートまで上昇することができるらしいんですけど、6万フィート旅客機で飛ぶっていうことはね、ほとんどありえないですね。現在4万7700フィート、まもなく4万9000フィートに到達します。空が徐々に濃い青色になってきましたね。まもなく本日の巡航高度4万9000フィートに到達いたします。この今の状況を見るとちょっとアングル・オブ・アタックが高いような感じを受けますね。もう少し速度が出ないと適切なピッチにならないような感じがしますね。もう少し加速してそこから降下開始するというような感じでいきます。現在浜名湖上空を飛行中です。いやこのフォルムかっこいいですね。やっぱりこれが旅客機とはなかなかね思えないですよね。徐々にピッチが下がって速度に応じてピッチが下がっていくというような感じで、ちょうど今適切なねピッチで飛行しているのかなというような感じですね。巡航時間はほぼ 2,3 分だったんですけど、これから先もう降下しないと、着陸まで間に合いませんので、そろそろ降下を開始していこうかなと思います。では下のコードを選択して降下を開始していきます。スタートディセント。現在浜松上空ぐらいなんですけど、もうここから降下開始しないと間に合わないんですね。
なぜかというと、このコンコルドスピードブレーキがないんです。なのでかなり計画的に降下をしないと着陸まで高度処理をすることができません。今回はですね、最短経路で飛行しますので、なるべく無駄な高度処理、そして無駄な飛行経路を飛行しないようにしております。なかなか難しいです。すでに、浜松を過ぎて現在静岡上空ぐらいですかね。間もなく静岡空港上空通過するぐらいだと思います。正面は駿河湾、その向こうには若干雲に隠れておりますが、伊豆半島が見えております。ここからオートスラストを切ってマニュアルスラストアイドル値でアイドルディセントしていきます。でスラストアイドルに絞りました。それでもですね、なかなか効果レートが出ないというような感じですので、なるべく400ノットを維持しながら降下をしていきます。こんなに離れているのにと思うかもしれないんですけど、これでもギリギリなんですね。なかなか難しいですね。左手に徐々に富士山が見えてきます。現在静岡県清水市の上空あたりを通過しております。富士山綺麗に見えますね。なるべくここからですね、無駄な経路を飛行することなく、羽田滑走路34レフトのファイナルに乗っていきます。富士山綺麗ですね。まだこの時点で4万フィートを飛行しております。速度が380ノットぐらいですかね。でここからですね、高度とさらに速度を処理していくっていうのがね、なかなか難しいですね。でここから少し経路を変更していきます。現在伊豆半島上空を飛行中ですね。なかなかここからの経路、そして高度処理が難しいですね。あまり高度を上げないで飛行すると最後の高度処理っていうのはそこまで難しくないんですけど、今回のように最高速度を出そうと、かなり上昇してしまうと、このね最後の降下のタイミングっていうのが非常に難しくなります。皆さんもよければやってみてはいかがでしょうか。だいたい静岡もしくは浜松上空から降下を開始すると適切な降下パスで飛行できると思います。
ようやく2万フィートぐらいまで降下してきました。しかし速度が420ノット出てますんで、ここから高度を処理しつつ速度を減じていくっていうこのね、バランス、これが難しくなります。もう相模湾もあっという間に過ぎてきますね。現在1万4000フィートです。速度が434ノット。なるべく早く高度処理をしたいんですけど、これがねなかなか難しいですね。ランディングライト1をつけていきます。上空を通過して最終進入コースに入っていきます。もう最終進入コースといってもほぼファイナルを作ることなく着陸まで持ってきます。徐々に横浜の方まで見えてきましたね。ここから無駄な経路を飛行することなく飛びたいところなんですけど、この高度と速度、そして距離との兼ね合いを見ながらギリギリのところを攻めていきます。スピードブレーキが使えないっていうのはね、結構この辺り難しくなるんですよね。もし戦闘機のようにスピードブレーキが使えればギリギリまで、ハイスピードで持っていって着陸前にスピードブレーキで急減速をするという手順もあるんですけど、この飛行機ではちょっと使えませんので、なるべく計算しながらですね、持っていきます。まず高度を処理して、その後、レベルオフしつつ速度を減じていくという方法でいきたいと思います。まもなく4000フィートですね。4000フィートなんですけど、まだ380ノット残っていますので、ちょっと着陸まで速度を減じれるかっていうのはギリギリのところだと思います。徐々に羽田空港が見えてきました。このように少しでも降下をしながらとなると速度が全然減らないですね。まだ340ノットあります。東京湾入ってきました。現在高度が2600フィート。まだ320ノットありますね。現在高度が2300フィート。徐々にピッチが上がって速度の減速レートが上がってきました。270ノットですね。もう滑走路はもうすぐそこです。ギアダウン。
まだ速度は240ノットありますので、さらに減速して滑走路に向かいます。ノーズがありましたね。このね、姿勢コンコルドならではというような感じですね。この着陸前のね、このピッチが上がってノーズが折れた姿勢かっこいいですね。ちょっと高度下ろしすぎましたので、だから高度を上げつつアプローチ速度に合わせていきます。滑走路が見えてきました。34レフト一番手前の滑走路になります。もうギリギリですね。ファイナル1マイルあるかないかっていうような感じで持っていきます。現在180ノット、180ノットなるべくキープしていきますね。このピッチアップ姿勢、もうちょっとパワーを足して速度をつけた方がいいのかもしれないですね。今からパワーコントロールしてアプローチしていきます。ファイナルターン。なかなか難しいんですけどね。でようやく設置です。ノーズダウンですね。ということでようやく羽田空港到着いたしました。かかった時間は26分46秒でした。めちゃくちゃ早いですね。旅客機よりも10分早く到着いたしました。以上でコンコルド全力で飛んだら何分なのといったところです。やってみましたけどいかがだったでしょうか。26分46秒という結果になりましたけど、一回実機で乗ってみたいですね。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。また次回の動画でもよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。